皆さんこんにちは、ピノミです。本日はですね、マウスピース矯正をしたら人生が変わりましたというお話の後編部分になるんですけど、前回まではマウスピース矯正ですね、なぜ私が矯正をするにあたってマウスピース矯正を選んだかというお話をメインにしてきました。そして今回のお話なんですけど、今回は実際に私が治療中に使用していた 3D 写真ですね、そちらを見ながら実際の治療内容であったり、あとはトータルでかかった金額などですね、そういった具体的なお話をしていきたいと思っています。前回の前半部分の動画も概要欄に貼っておきますので、そちらもよろしければご確認ください。それでは見てみましょう。前回の動画では自分と相性の合った歯医者さんを見つけるのが大切だよという話もしてきたんですけど、矯正をお願いする歯医者さんが見つかったら、次は治療計画ですね。そちらを見積もりする段階に入っていきます。その際に自分の歯を 3D スキャンをしてですね、それをもとにシミュレーション動画を作って、そこから治療の計画をしていく形になります。その撮影した予測データをもとに、その人に合わせたマウスピースですね、治療完了までのマウスピースっていうのを作っていくことになります。私が通っていた歯医者さんでは、その治療計画を作るところから金額が発生して有料になるっていう形でした。まず最初に私が実際撮影したシミュレーション動画をですね、静止画にして矯正前、矯正開始の歯並びっていうのを見ていきたいと思います。まず下の歯から見ていきたいと思います。お見せするのが申し訳ないくらい歯並びが悪いんですけど、下の歯はガタガタな歯並びになってますよね。ガタガタの歯並びの正式名称っていうのが創生と言います。漢字が難しくって最初は何て読むかわからなかったです。下の歯がガタガタになる原因っていうのが、主に下顎の部分の面積が小さいのが原因で、下の歯の土台となる部分が小さいために歯が育つ土台が狭くなってしまって、結果的に下の歯がガタガタになってしまうそうです。見てわかる通り典型的なデコボコな歯並びですよね。次に上の歯を見ていきましょう。一見下の歯と比べてガタガタ感っていうのは少ないように見えるんですけど、イメージ的に上の歯全体の形がですね、V 字のような生え方をしていて、結果的にその形が口が盛り上がった形になってしまう原因となっているんです。これをイメージで言うと、全体の形を緩やかな U 字の形に直して、前の突出している部分を引っ込めていくような矯正をしていきました。これらの状態から治療を開始していって、最終的にシミュレーションでは完成形のこの形に持っていくということになります。まずはマウスピース矯正中ですね。そちらで一番大事なものっていうのは、マウスピースを装着する時間ですね。決められた時間をいかに守るかっていうのが一番鍵であって、もうそれに尽きると思っています。私の場合は1日20時間以上マウスピースを装着するっていうことを話を聞いていました。なので装着する時間が短い日が続いたりすると、思うように計画通りですね、治療が進まなかったり、最悪の場合は治療が遅れたりっていうことがあります。私の場合はご飯を食べたらもうすぐに歯を磨いて、ささっとマウスピースをつけるような生活をしていました。単純計算で1日に4時間マウスピースを外していい時間があるので、例えば1日3食ご飯を食べる人であったら、その4時間でご飯を済ませることになります。できなくはないんですけど、例えば会食とか飲み会が入ったりするとちょっと時間的に厳しいですよね。なのでそういった場合は、例えば朝ごはんとか昼ごはんの時間をちょっと短くするなどをして調整をしていた感じです。歯医者さんへの来院頻度っていうのは、私の場合は2ヶ月に1回でした。
その際の主な診察内容っていうのが、定期的な検診であったり、あとは矯正の際にマウスピースつける際にアタッチメントっていうレジンという素材でできたポチポチを歯につけるんですね。そのポチポチっていうんですかね、ポチッとした突起物をつけることによってマウスピースつけた時にマウスピースがその歯に与える力っていうのを補助してくれる役割を果たしています。ベロで歯を触ってみたりすると分かる通り、歯ってツルツルしてるんですよね。なのでマウスピースの中で滑ったりしてしまうんですよ。それをアタッチメントが防ぐ役割っていうのを補っています。そのアタッチメントを来院の際にですね、治療計画に沿って場所を変えたりしていました。私の場合は担当の先生の指示に従って2週間に1度あるいは10日に1度ですね、また新たに微妙に形が変わったマウスピースっていうのに交換していた形になります。おそらくですけど、矯正期間中にマウスピース多分70個以上は変えていると思います。矯正中の痛みについてなんですけど、新しいマウスピースに取り替えた直後は締め付けられた感っていうのを感じることは何度かあったんですけど、もう我慢できない痛みとかっていうのは感じたことはなかったです。もちろん個人差はあると思います。ただワイヤー矯正をしていた友達とかに話を聞いてると、もう食べ物噛めないよとかっていうような激しい痛みを感じていた人もいたので、そういうのに比べたら私の中では矯正中の痛みに関してはさほど大きいものではなかったと思います。矯正期間についてなんですけど、当初の最初の治療の計画は1年2ヶ月でした。ただ人によってやっぱり歯の動き方っていうのも違いますし、思うように歯も動かなかったっていうのもあるし、あとは私の方から細かなリクエストですね、そちらを何個か出したりしたので、最終的にトータルかかった期間っていうのは1年10ヶ月でした。気になることの一つだと思うんですけど、トータルでかかった費用っていうのが、その治療計画のためのシミュレーション費用ですね、そちらが4万円で、矯正治療代っていうのが96万円、そして治療が終わった後に歯を動かさないためのマウスピースですね、そちらの作成代が2万円で合計して102万円かかりました。その矯正治療代96万円の中には、矯正を始めてから最長2年以内のですね、追加調整であったり、その追加調整にかかるシミュレーションの撮影費、あとは2ヶ月に1度の定期検診ですね、診察代も含まれていました。例えば歯医者さんの広告なんかで結構相場より安いなとかっていうところあると思うんですけど、そういったところってそういう追加の費用であったり、例えば2ヶ月に1度とかに行く診察代っていうのが別途かかったりする場合もあるんですね。なのでそういった点はちょっと注意して確認した方がいいと思います。かえって高くついたりしちゃうのかな。今お伝えした金額は私が矯正をしていた当時の金額なので、おそらくですけど今技術も向上してるし、私がやっていた時よりもマウスピースの選択肢ですね、いろいろなもの出てると思うので、もう少し費用は今となれば抑えられるのかなと思っています。やっぱりそれでも矯正高いよって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、例えば部分矯正とかっていうのもあって、その前歯だけ直すとか本当に一部だけ直すっていう矯正もあるんですね。実際私の友達もその部分矯正が適用可能で、実際に矯正期間もすごく短く、さらに何より値段も抑えて安く矯正することができた子もいます。ただここで注意し
たいのが、その部分矯正適用できる人っていうのは歯を一部だけ変えても歯並びですね、歯並びじゃなくて噛み合わせです。噛み合わせであったり歯がちゃんと機能しているってことが前提になりますので、そこは本当にご注意いただきたいと思います。そして予約ですね、1年10ヶ月を経て矯正が無事に終わったので、ここでは矯正前の歯並びと今現在矯正後の歯並びっていうのを比較してみたいと思います。はい、こちらビフォーアフターなんですけど、前から見る歯並びも実際ね結構変わったんですけど、実感としては歯全体が引っ込んだので、出っ歯自体は完全に治りました。そして鼻と同じ高さまで盛り上がっていた口も引っ込んで程よいバランスになってますね。下の歯の凹凸もほぼ完全に解消されました。個人的にはとても結果に満足しています。私自身社会人になってから矯正をしようかずっと悩んでいて、実際に行動するまで数年かかったんですね。もうね、あの頃の自分に出会えるなら言い聞かせてやりたいですね。もう矯正やりたいと思ったその日のうちに無料カウンセリング予約しなさいってことです。もう一日でも早く矯正始めればよかったなと今では思っています。確かに高額な治療であることは間違いないんですけど、一生コンプレックスを背負って生きていくんであれば、もう本当に早いうちから始める方がいいなと今なら私自身そう思えています。はい、いかがだったでしょうか。今回は前半と後半ですね、2回にわたってマウスピース矯正によって人生変わりましたというお話をしてきました。今後も歯のことであったり美容に関する動画というのを載せていきたいと思っていますので、よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、また見てね。